皆さんこんばんは。本日も文化はチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日は仕事用ノートの引き継ぎ式を行います。これは何かと言いますと、今年私が仕事手帳として使っているのがこちらのプロッタの英語サイズの手帳です。本当はこの1冊だけで仕事のスケジュール管理、会議とかのメモすべてを賄う予定でした。実際に使ってみたところ、英語サイズが結構大きくて会議には不向きだったり、このバックプレートの音も会議室の机のところで擦れると結構うるさかったりして、会議の場にはふさわしくないなっていう感じがしました。プロッターとは別に会議とかで使うノートを持つことにしました。それがこちらのトラベラーズノートです。ただこのトラベラーズノート、ついこの間購入してセットアップしたばかりなんですよね。手帳は去年の12月から使っていて、割と早い段階で会議の場にはふさわしくないっていうことに気づいていて、トラベラーズノートを用意する前に急遽職場に置いていたこちらの MD ノートの文庫サイズを使っていました。このノートがなくなる前にこのトラベラーズノートを用意してこの2台体制にしようと思ったんですけれども、早い段階でトラベラーズノートのセットアップが整いましたので MD ノートはまだ途中なんですけれども、このノートに書いてあることをこちらに引き継いじゃいたいと思います。そしてプライベートで使っているこの MD ノートの文庫サイズがちょうどなくなってしまったので、今後はこちらの残りのページはプライベート用の雑記メモみたいな感じになります。ここに書いてあることもちょっと仕事のことなのであんまりお見せできないんですけれども、会議室でのメモもあるし、あとは自分でこれ質問しときたいなとか、いろいろアイデアが浮かんだ時とかにまとめていろいろ書き出しているメモとか、ちょっと調べ物をしたことを書いたりとか、そんな感じで使っているので、トラベラーズノートのこちらも同じような使い方になります。今後は会議とかそういった自分で調べたメモ、思いついたことをこちらに書いて、その中で本当に生きたものっていうんですかね、必要な情報だけをこちらの手帳に抜粋します。例えばこちらで質問したいこととかをリストアップして、実際に質問して回答が出たらこちらに移すとか、確定した事項みたいなのをこちらのノートに取りまとめていくというような流れです。手帳の中でもこういう感じでプロジェクトマネージャーっていうものを使って業務とかをある程度区切っているんですけれども、トラベラーズノートでもノートを4冊入れているので、同じように業務単位とかで区切りをつけてメモをしていきます。先頭のページはすぐわかるんですけれども、この飛行機のところが2冊目、そして3冊目、4冊目という区切りにしています。こちらのノートの内容をこちらに引き継いでいきます。ノートの引き継ぎが無事に終わりました。特に大きな見た目の変化はないんですけど、ノートの表紙そのものは無地で、ノートの内側の扉にマスキで何用のノートか分かるようにしています。今回トラベラーズノートの軽量紙タイプのディフィルを入れているんですけど、私筆圧が強いので下敷きとか引かずに文字を書いていると、この書いたページの 2,3 枚ぐらいは普通に書いた文字の跡が残っちゃいました。なのでちょっと別で下敷きの用意が必要になりそうですね。こうやって見るとちょっとへこんでたりするのがわかるかもしれないですね。軽くて薄くていいんですけど、筆圧がゴリラの私にはちょっと気になるかもしれないし、それかこれは下書きとかそういった感じだからって言って割り切ってそのまま使う方がいいかもしれないしですね。それからやっぱトラベラーズノート書いているとノートを書いているとどうしてもページが浮いてしまうので、このブラスクリップは会社に1個持っていこうかなと思います。
なしでも全然会議中とかはこのままいけそうですけどね。自分でメモする時とかにはこう閉じて書いた方が安定感があって書きやすそうな気がします。外側に閉じてるとやっぱこれも机に当たってしまうので、中の ZIP ファイルのところに閉じています。というわけで、実際の作業風景とかは動画に収められてないんですけれども、無事に引き継ぎをすることができました。こちらはもうこのままの状態で職場に持っていきたいと思います。また使っていく中で不都合とかこうした方が良くなるなって思ったらカスタマイズを加えていきます。今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。